こんにちは、くみやみです。今回はドレスのチャームを編んでいきます。よかったら編んでみてください。今回はセリアさんのロアンの4番の水色で編んでいきます。かぎ針は4号で、フリルのところはかぎ針の2号を使用します。フリルはダイソーさんの太さが20番のレース糸でも可愛くできます。ビーズは4ミリのパールビーズを使用します。縫い針が通るくらいの穴のビーズです。ハンガーはダイソーさんで購入しました。ではこちらを編んでいきます。襟ぐりの部分から下に編んでいきます。まず作り目の鎖編みですね。ここの最初の引き締めた時にできるポコッとした部分がこんな感じにちょっと残ってしまうことがありますので、今回はキュッと引き締めずに編んでいきます。では編んでいきます。針をくるっと回して糸を持ってきます。今回は引き締めずに、ここから作り目の鎖編みを13目編んでいきます。輪っかを指で押さえて、ここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、13目編めました。そしたらここの最初の輪っかのところですね。ここに針を入れて引き抜きます。そしたらこの辺りを指で押さえて、最初の糸端を持って左にキュッと引っ張って輪っかを引き締めます。その後、ここの横の糸も引き締めておきます。では1段目ですね。1段目はこの輪の中に細編みを16目編んでいきます。鎖1つで立ち上がります。そしてここは少し小さくしておきます。輪の中に針を入れて、できたらこの糸端を手前に持ってきて、編みくるみながら編んでいきます。糸を持ってきて、細編み。ここは最初の細編みなので、頭にマーカーをつけておきます。また、糸を持ってきて、2つ目の細編みですね。3、4、5、16、16目編んできました。そしたらここの最初の細編みの頭ですね。ここに針を入れて、引き抜いて、引き締めておきます。そしたらこちらの編みくるんできた糸は、ここでカットしておきます。2段目はこんな感じに前身ごろと後ろ身ごろを編んでいきます。ここで折ってこんな感じになっていきます。では2段目ですね。まず1つ目と2つ目の細編みそれぞれに長編みの増し目を編んでいきます。まず長編み1つ分の立ち上がりの鎖を3目編んでいきます。1、2、3。針に糸をかけて最後に引き抜いたここの最初の細編みの頭、ここに針を入れて長編み、これで最初の細編みに長編みが1、2と2目で増し目ですね。また針に糸をかけて次の細編みの頭を拾って2目編んでいきます。1、同じところにもう1つ、そしたら次の3つ目の細編み、ここに中長編みと細編みを編んでいきます。
針に糸をかけて、3つ目の細編みの頭を拾って、中長編み、また同じところに針を入れて、糸を持ってきて、細編み。こんな感じですね。そしたら次から1、2、3。ここはそれぞれ引き抜き編みで編んでいきます。次のところに針を入れて、引き抜き編み。次も引き抜き編み。次のところも引き抜き編み。そしたら次のところは、細編み、中長編みと編んでいきます。次のところに針を入れて、細編み。針に糸をかけて、同じところに針を入れて、糸を持ってきて、中長編み。そしたら次から1、2、3。ここはそれぞれ長編みを2目ずつ増し目を編んでいきます。かけて、次のところに1、2、次のところも1、2、次のところも1、2、こんな感じですね。そしたら次のところは中長編み、細編みと編んでいきます。次のところに針を入れて、中長編み、同じところに針を入れて、細編み。そしたら次から1、2、3。ここは引き抜き編みでまた移動していきます。ここから1、2、3。次は細編み、中長編みと編んでいきます。次のところに細編み、針に糸をかけて、同じところに針を入れて、糸を持ってきて、中長編み。よいしょ。中長編み。そしたら次が最後ですね。ここは長編みの増し目を編んでいきます。かけて、最後の細編みの頭を拾って、1、2、これで1周ですね。そしたら最初の鎖3目の3目目、下から1、2、3、3つ目ですね。ここに針を入れて、引き抜いて、引き締めておきます。3段目は、こことここの長編み、それぞれ6目ですね。そこに細編みを編んでいきます。で、その脇のところ、ここは鎖を1目挟んで編んでいきます。3段目ですね。鎖1つで立ち上がります。最後に引き抜いた、ここの鎖3目の3目目。まずここから編んでいきます。3つ目の鎖に針を入れて、糸を持ってきて、細編み。次はここですね。次の長編みの頭を拾って、2つ目。あと、こことここですね。3、4。次は中長編みですね。あとはここの1、2、残った長編み2つはぐるっと一周編んで最後に編んでいきます。4つ細編みを編んだら鎖を1つ編んで、今度は次から数えて1、2、3、4、5、6、7、7目飛ばした次のところ、ここに針を入れて、ここから細編みを6目編んでいきます。1、2、3、4、
5、6。そしたら鎖を1つ編んで、また次から数えて、1、2、3、4、5、6、7。7つ飛ばした次のところが長編みなので、ここに針を入れて、糸を引き締めて、ここに細編みを1、次のところに2、2つですね。そしたら最初の細編みの頭に針を入れて、引き抜いて引き締めます。こんな感じですね。では4段目ですね。4段目からスカートの部分を編んでいきます。編み方は長編みの筋編みで増し目、長編みを1つ。このパターンを7回繰り返し編んでいきます。長編みの筋編みは細編みの頭の向こうの1本を拾って編んでいきます。まず長編み1つ分の鎖を3目編んでいきます。3、針に糸をかけて最後に引き抜いた最初の細編みの頭の向こうの1本に針を入れて、ここに長編み、最初の細編みに長編みが1、2と2目ですね。そしたら針に糸をかけて、次の細編みの頭のまた向こうの1本に針を入れて、ここは長編みを1つ。このパターンを7回繰り返し編んでいきます。針に糸をかけたら、次の細編みの頭の向こうの1本拾って、ここに増し目を編んでいきます。1、同じところにもう1つ。次は向こうの1本拾って1つ。次は鎖のところですね。ここは同じように向こうの1本拾って、ここは増し目ですね。編んでいきます。1、同じところにもう1つ。次は向こうの1本拾って1つ。この繰り返しでぐるっと1周編んでいきます。では1周編んできました。1周編んだら最初の鎖3目の下から1、2、3、3つ目に針を入れて引き抜いて引き締めます。では次の5段目と6段目は増減なしで21目長編みの筋編みを編んでいきます。毎回鎖3目で立ち上がります。針に糸をかけたら鎖3目の次、ここの長編みですね。ここの頭の向こうの1本を拾って1目に1目ずつ長編みの筋編みを編んでいきます。こんな感じでぐるっと編んでいきます。1周編んだら同じように鎖の3目目に引き抜いて、次の段も同じように鎖3目で立ち上がって、次の長編みの頭のまた向こうの1本拾って増減なく長編みの筋編みを21目同じように編んでいってください。では5段目と6段目を増減なしで21目ずつ編んできました。次は最終段でフリルを編んでいきます。では縁のフリルを編んでいきます。こんな感じに色を変えてフリルをつけたい場合は、ここの縁のところも色を変えて編むといいと思います。今回は同じ糸で編んでいきます。鎖2つと引き抜き編みで編んでいきます。鎖を1、2、次の長編みのこの段は頭を拾って編んでいきます。
糸を持ってきて引き抜き編み、鎖を1、2、次の長編みの頭を拾って糸を持ってきて引き抜き編み、こんな感じで1周編んでいきます。では1周編んできました。最後の長編みに引き抜き編みまで編んでいます。そしたら鎖を1、2、下の段の鎖3目の3目目、ここに針を入れて引き抜きます。糸をカットして引き抜きます。とじ針に通して裏の方で糸始末をしておきます。ではこのままでも可愛いんですけども、フリルをつけたパターンも編んでいきます。フリルはこの筋を拾って編んでいきます。1、2、3と3段でも、ここの下の1段だけでもお好きなところに編んでください。今回は同じ糸で編んでいくんですが、色を変えても可愛いと思います。ではここの筋を拾って編んでいきます。まずここの立ち上がりの鎖3目の足元のこの横の糸ですね。ここに針を入れて同じ糸を持ってきて、ここから編んでいきます。鎖2つと引き抜き編みで、ここの縁編みと同じように編んでいきます。鎖を1、2、そしたら次はここですね。次の筋を拾って引き抜きます。また鎖を1、2、次の筋を拾って引き抜き編み、この繰り返しで編んでいきます。1、2、筋を拾って引き抜き、これでぐるっと1周編んでください。では1周編んできました。鎖を2つ編んだら最後の筋に針を入れて引き抜きます。鎖を2つ編んだら最初のここの鎖3目の下の横の糸ですね。最初に糸をつけたこの横の糸に針を入れて引き抜きます。そして少し引き締めておきます。そして糸をカットして引き抜きます。この2本の糸端も裏の方に持っていって糸始末をしておいてください。ではこんな感じですね。次のところも編んでみました。ここの筋にも編みました。では紐を鎖編みで編んでいきます。最初の作り目を作って鎖編みを1、2、3、では45目で約17センチ編んできました。そしたらカットして引き抜きます。ではこちらの立ち上がりのある裏の方につけていきます。2箇所にこことこの辺りに通して、ここで肩結びしておきます。そして裏に返してでそれぞれ糸始末をしておきます。そしてカットして
この結び目のところに手芸ボンドで固めておきます。ではこんな感じにビーズをつけていきます。では同じ糸を少しカットしてほぐして、細い糸が4本で1本になっているので2本ずつに分けていきます。針に糸を通したらドレスの表につけていきます。ビーズを3つつけたいので、この辺りから1、2、3、3つ目の少し右あたりのこの辺りですね。裏から針を入れて糸を持ってきます。そして針にビーズを通していきます。ビーズを通したら1、2、3、3つ目の少し横の方に針を入れて、真ん中あたりにビーズを並べます。そしてこの糸端を裏の方で固結びしておきます。あとは裏の方で糸始末をしておきます。ビーズがつきました。ハンガーはここから入れていきます。では完成です。よかったら編んでみてください。今回もご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。